は白菜漬けを作ります。うちで作った白菜であまり出来はよくありませんが、小さい株で 600g あります。でこれをちょっときれいに洗ってありますので、これを半分に切って根元の方に包丁を入れて、これをスッと裂くようにします。そしてこれをまた4分の1ほどにします。で根元に包丁を入れたらこれを裂きます。で、裂きました。でこれを半日ほど干します。半日ほどこういう感じで、干します。そして、これは早めに食べるためにビニール袋で、白菜漬けを作ろうと思います。白菜は4分の1にカットした後、根元の方にもう一度カツを入れて少し開き気味にすると早くに水気が飛びますので、そういう風にしてつけるのも早くなると思いますのでカットを入れます。半日、干した白菜です。これに、最初の 600g に対して 3%、18g の塩をまぶしていきます。一枚一枚の間に、丁寧に、塩をまぶしていきます。袋の中に詰めていきます。で、袋に詰めるときは芯の方と葉の方を交互に、します。まずここに1枚詰めて、そして、こちらからは反対向きに詰めます。しっかり、詰めましたら、今度はこれの空気をできるだけ抜いていきます。しっかりと空気を抜いて、しっかり抜きましたら、これを、容器の中で、つける場合は 1.5 倍の重りを乗せますが、今日は即席漬けの容器の方でつけていきます。これで、しっかりと重しをかけます。ここまでが下漬け用ですね。下漬けとして、やりました。でこれで一晩寝かせて汁の上がるのを待ちます。一晩つけて、汁が上がったようですので重りを取ります。汁が上がってます。この汁をちょっと捨てます。で、汁を捨てて
それで、重りを測ってみます。で、500弱になってます。これで、あと 0.5% 程度の塩を足します。0.5%、2.5 グラムの塩をもう一度足します。で、本漬けをしますけど、この中に、りんごの皮を入れます。今日は香り付けにりんごの皮や柚子や今の時期だと金柑などもあると思いますけど、そういうのを入れて味をつけます。もう一晩つけて、完成になります。香りもついて、美味しいと思います。袋で作ると割と早くに、白菜が仕上がります。これで、もう一晩漬け込みます。一夜経ちましたので、開けてみます。しっかり水が上がってます。ポリ袋で簡単に白菜漬けを作りました。白菜漬けができてます。本漬けまでしました。で、これは味を見て洗って、食べてもいいですし、このまま味がそのままでよければもうそのままでいただいても構いません。白菜漬けの出来上がりです。